風立ちぬっていうタイトルが出てくるところなんですけども、風立ちぬという言葉の意味は言うまでもなく、次にタイトルにやられるポール・バレリーの詩の引用です。風立ちぬいざ生きめやもっていうふうに出てきます。これがですね、バレリーの詩の引用ではなくて、ここに書いてる通りですね、堀達夫というですね、小説家の翻訳っていうのをわざわざ載せてるんですね。僕流にこうキュッと縮めて紹介します。風立ちぬいざ生きめやもっていうのは、風が起きた。それでも生きなければいけないというような意味なんですけども、風が起きたと。書きかけの絵を描いたイーゼル、いわゆる絵を立てるやつですね。こういうやつが倒れてしまったと。私はお前に離れるな、離れてくれるなと言ってしがみついたと。お前は私の好きにさせたと。風立ちぬ、それでも生きなければ。ふとそんな言葉が私の口から出てしまった。こういうですね、序曲というのから始まって、言うまでもなくですね、この序曲というのは、この風立ちぬという映画の全体像の構成になっているんですね。つまり、堀達夫の小説ではですね、このイーゼルが風で倒れるっていうのは、やがて恋人の彼女がですね、死んでしまうという前兆なんですね。で、死んでしまう女の子に対して、俺の元から離れないでくれっていうふうに腕を掴んで行かせないとする男。で、女はそれをやりたいようにさせている。で、そこで口から出てきたのが、そういうことがあっても私はまだ生きなければいけないっていう言葉だったっていう、そういう話なんです。つまりこれね、この部分が分かってると、あのカズウィザーの光源で風がビューッと吹いて、直子が描いている絵のイーゼルがバタンと倒れるところでですね、あそこでですね、直子はもうすでに死ぬ運命だっていうのが分かるように宮崎駿は作ってるわけですね。これがタイトルでもう一番最初の数秒間で、はい、これ分かる人には分かるでしょっていうふうに出してるわけですよ。で、風立ちぬいざ生きめやもっていうこの言葉だけ伝えたいんだったら、ポール・バレリーって書くだけでいいんですね。それをわざわざ堀達夫っていうふうに書いてるのは何でかっていうと、このお話がその堀達夫の風立ちぬに沿って展開しますっていうサインなんですね。もちろん風立ちぬというアニメはですね、そういう知識がなくても楽しめますし、感動もできます。でもこのあたり、宮崎駿がですね、自分の映画っていうのは、この映画を見る観客はこのレベルぐらいまで分かっててほしいっていう、このね、メッセージあるのでですね、できれば僕らもちょっとね、その宮崎駿が求めてる目線の高さですか、それに努力してね、ちょっと背伸びすると、このアニメ、普通に見るよりね、ずっと面白くなるんですね。本当にね、ちょっと背伸びなんですよ。ちょっと背伸びして、1カット1カット丁寧に見ていくと、どんどん今普通に見てるより面白くなります。